このワンピースユニクロなんだけどめっちゃいい。なんか裸より細く見えるすっごいね細く見えんの。多分これ上がふわっとしててここがキュッてなってるからだと思うんだけど、追加で買おうと思ったらもう売り切れててね、残念。大きな女の子を描き始めました。手のひらよりでかい。てか私の手のひらでかすぎてちょっとね参考にならないかも。今日は雑談会です。肌の色を塗るときって動画だとね映りにくくて色が薄くて明るいから、だからメイキングで撮影してもね映んなくてボツになるから、ならばおしゃべりと一緒に撮ってしまおうという魂胆。ああよかった、絵描けてるよ。先週の自分がマジで元気なさすぎて、前まで描いてた絵もそのせいで全然完成しなくても辛いってなってたけど、無事元気になりました。だから本当1週間で気持ちも体調も変わるから、あんまり悲観しない方がいいね。生きてると自分の扱い方が分かってくからいいよね、それは。私女の子を描く理由が分かりました。女の子を描く理由とか女の子が好きな理由、私女性アイドルオタクしてたりして基本的に女の子の推しが多いんだけど、その理由って女性ホルモンなんじゃないって仮説を出した動画がね1年前ぐらいにあるんだけど、やっぱりね女性ホルモンだと思う。女性ホルモンってえげつなくないって思うんだよね。私自身婦人科系の持病があったりして、そんな珍しいもんじゃないんだけどさ、それに今も現在進行形で苦しんでたりして、私カップル YouTuber チャンネルを見るのが好きなんだけど、とあるチャンネルでその彼女さんが PMS でしんどいみたいな、彼氏に当たっちゃったっていう動画があって、そこのコメント欄にこれが男女逆だったら大炎上するくせにみたいな、ちょっとアンチみたいなねコメントがついてて、それを見た時にいやいや女性ホルモンを舐めないでくださいって思ったわけ。私一回副作用で更年期の症状が出る薬を飲んだことがあって、その時に本当にホルモンって恐ろしいなって思ったのが、本当にまんま更年期の症状が出たの。ホットフラッシュっていうほてりとか、あとはもう無性にイライラするっていうやつ。私その時にその副作用がしんどすぎて人に会えなくなっちゃったんだよね。その怒り、抑えきれない怒りっていうのを初めて体験して、それが本当に恐ろしかった。何にイライラしてるとかじゃないんだけど、急にわーってね怒りが出てきて壁に穴開けるかもって思ったぐらいだった。その時にいやこれを乗りこなしてる全女性すごって思って、だから私は女という生き物そもそもにリスペクトを抱いてるのかもって思って、同じ女だからこそ分かるというか。例えば私と同じ病気の女性アイドルをたまに見かけるんだけど、この痛みで歌って踊るって無理よって思うわけだけどさ、やりたいことだから頑張って歌って踊ってるわけじゃん。ていうかそもそもさ、冷静に考えて血をね流しながら仕事してるって本当にすごい。なんかそれをみんなというか社会が当たり前のことにしすぎてないって思うんだけど、女はこんなに大変なんだから女の方がとか言うわけじゃないよ。全然みんなそれぞれ大変なことがあるから。だけどもう強制的に絶対にやってくるこの女性ホルモンの悩み、これをさみんな騒がずに受け入れてんのがすごいなって本当に思うんだよね。なんかさ、私結構嫌なことあるとでっかい声で嫌っていうタイプなんだけど、みんなさ受け入れて頑張って生きてんじゃん。それが本当にすごいなと思って。ないと思うけど生理をなくせみたいなデモがあったら私絶対参加してるね。でもみんなそんなことせずにさ、現実を受け入れて頑張って生きてるわけじゃん。すごいなって思う。学生時代女子校だったから、さらにこのクラスの中に今生理の人が何人かいるわけで、だけどみんな普段通りさ過ごそうと努めてんのかとか思うと、なんか悲しく愛おしく、どっちだろう、そんな感情になったりしてた。置かれた状況で頑張ってる人は美しいということですわ。全然話変わるけど、もう今日私が話したいことを話す回だから。っていうかなんかみんな優しいよね。た
だ絵を描いてる動画なら見てて落ち着くかなとは思うんだけどさ、なんかこういうクソみたいな雑談の時ってどう思われてんだろうってすごい気になっちゃう。まあいいですわ、したいようにするので。そうで、最近最近さ、ね、皆さんさ、紅生姜天ってご存知？紅生姜の天ぷらがこの世にあるのよ。知ってた？私ね、もう紅生姜大好きなのね。焼きそばは紅生姜を食べるために食べるし、豚骨ラーメンは紅生姜を食べるために食べてんのよ。最後スープと紅生姜を食べるのが大好きなわけ。アズーに紅生姜店があるよってことを、俺子供の頃よく食卓に出てたよっていう話をね教えてもらって、で最近その紅生姜店が確実にあるスーパーに行ったから買って帰って夜おつまみで食べたんだけど、美味しすぎてっていうか、なんか夢と希望が詰まってた。てかみんなが想像してる様子じゃないかも。あれなんだよね、大阪の食べ物らしいね。私もともと千葉県民だったからそういう食べ物があるって知らなかったんだけど、どうやら大阪の食べ物らしいですね。もう大阪ってさ、なんでさそんな美味しい食べ物ばっかり生み出すの？紅生姜店は干し芋ぐらいの大きさの紅生姜が連なってて串刺しになってるっていう。誰考えたのと思って、天才じゃねって思った。でも本当大阪の食べ物ってやっぱ美味しいよね。今関西移住してきて3年目かな。で正直やっぱり関東と関西って結構文化違うんだなと思って、その違いに悩んで泣いた夜もありはしたんですよ。だけど関西の食べ物が美味しいから生きていける。あれさ、牛すじとこんにゃくの組み合わせってマジでどういうこと？誰考えたの？まず牛すじをね食べたことがなかった。それに加えてこんにゃくを組み合わせるって、これが二次創作だったらいやそんなカップありえないんですけどってアンチくるよ。それぐらい意外な組み合わせなのに結果人気コンテンツになってしまう。そう感じました。最近もぼっかけ焼きそばっていう神の食べ物を食べて、なんか美味しすぎて、で紅生姜たくさん乗せてさ、美味しすぎる。だからね、やっぱ慣れない土地に住んでさ、辛いこともありますけど、やっぱ食べ物って救いだよね。私結構食べ物の話が一番好きかもって思った話題の中で。全く大食いではないんだけど、むしろ1回で食べられる量が少ないからこそ適当なものを食べたくないって気持ちがあるのね。だから自炊が結構私楽しいんだよね。自炊って一番自分のコントロールが効く世界だと思ってて、だいたい生きてるとさ、自分の思い通りにならないことばかりじゃん。だけど自炊は唯一自分が神になれるというか。てか最近空前の文房具ブームが来ててさ、文房具系 YouTuber とかめっちゃ見てる。なんで急にハマったかっていうと、私最近ねバレットジャーナルっていうタスク管理術を始めたの。その流れで文房具の便利さに気づいて、バレットジャーナルって一冊のノートに今日やることとか今月中にやることとか、そういうタスクをまとめて効率よく上手にこなしていこうっていうノート術なんだけど、例えばさ、これまさに今日の分なんだけど、動画撮影して編集までして動画アップまで終わらせたいなみたいな。でこのねタスクのちょい丸を最初自分で手書きで丸って書いてたんだけど、なんか下手と思って丸を書くのが均一じゃないのが気になり始めて、こういうさ、なんて言うんだろう、この隙間があってこれ通りに書くと綺麗な丸が書けますよみたいな。これを買ったらめっちゃ便利で、こんなんさ、そのノート術をやる前までは何のためにこれが売られてるんだろうとか思っちゃってたの。ほんとごめんなさい。とりあえず今までの自分だったら絶対買わないような代物だったんだけど、実はちゃんと意味があってとても便利だっていう事実に気づいたんですよ。そうだから例えばさ、ノートのクリップ型のしおりみたいな、今あれが欲しくて、あれもさ全然なんか適当に折り目つけるときはいいじゃんって今までだったら思ってたんだけど、そのクリップ型のしおりをつけることによって一瞬で行きたいページに行けるじゃん。便利だったんだなって気づいて、今それが欲しいです。もうだから私今文具博とか文具系のイベントに行きたくてしょうがない。ロフトの展示会の動画とかすごい楽しくて見ちゃう。そう最近その延長でさ、ステッ
トラーのシャーペンを買ったのね。なんかいいシャーペン欲しいなと思って。でこれも1000いくらとかなんだけど、恐ろしく書きやすくて楽しい。でなんか私結構重ためのシャーペンが好きなんだけど、今までドクターグリップを使ってて、でもちょっと太すぎて痛くなってたの、手が。だけど最近その文房具を調べるうちに、こういう先っちょに金属の重たいのがあったらこの部分のおかげで重さがあるっていうことを知って、へえと思って、そういうシャーペンの違いがあったんだって学べてね、面白いです。それぞれ個性があっていいね。今はお気に入りのペンとか見つけたいわ。でもよく使うペンってさ、学生時代からこだわりがあって変わらなくない？私サラサが大好きで、学生時代からもうずっとサラサの 0.5 を使ってて、結構インクが濃くてジェルジェルしてるのが好きなんだよね。多分無意識のうちにみんな文房具のこだわりってあるんじゃないかなと思って聞いて回りたいよね。てかまた話変わるけどさあ次はどんな話が来るでしょう。最近ネットフリの新着作品の一覧を見てたら、ボタンとバラっていうドラマが出てきて、知らなかったんだけど、あら素敵なタイトルと思って調べたら昼ドラだったの。てか皆さんご存知？で私さ、子供の頃、もうほんと幼稚園生ぐらいの頃かな、同居してた祖母が昼ドラ大好きだったのね。だからお留守番の時とか祖母と一緒に昼ドラを一緒に見てて、でその祖母と見てた昼ドラの中に衝撃的なシーンがあって、それが財布ステーキっていうシーンなんだけど、まずどういうことですかってなるじゃん。まんま茶色い革財布がステーキとして調理されていて旦那さんに提供されるっていうシーンがあって、でそれを子供ながらになんだこのシーンって衝撃を受けてめっちゃ覚えてたんだけど、ただあまりにも変だから私これ夢だと思ってたの。夢の記憶が現実とごっちゃになってるんだって思ってたのね。もうこれまで数十年間そう思って生きてきたわけで、そのボタンとバラを詳しく調べたら、まさかの財布ステーキっていう5文字6文字が出てきて、財布ステーキって現実だったのと思って、もうすっごい嬉しくなっちゃって、財布ステーキって何なんだよ。だからもうさ、そのドラマを今見たくてしょうがないの。子供の頃の記憶とか映像がちゃんとあったんだって、大人になって知ることができるっていいなって思って。どうやらたわしコロッケもあるらしいからマジで気になる。誰考えたの？ということで一旦動画終わりです。やっぱこのぐらい大きいと肌でたっぷり1時間はかかるな。これを5回塗り重ねはしたいから5時間、そりゃ絵は時間かかりますわ。ということで6月6日から6月28日まで滋賀県米原市にある清願寺というお寺にて展示があります。この絵も完成したら展示できる予定なので、ぜひ楽しみにしていてください。詳細は概要欄にあるのでぜひご覧ください。頑張るぞ。じゃあ今日もありがとう。また来週。